皆さんこんにちは。ペンギンジャパニーズのポッドキャストにお越しいただきありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している方に向けて、自然な日本語を聞きながら簡単に学べるようにお話ししているポッドキャストです。教科書の勉強に疲れちゃったなんていう時に、ぜひこのポッドキャストを聞きながら日本語の学習に役立ててみてください。皆さんいかがお過ごしですか？突然ですが、昨日私はサムゲタンを食べました。サムゲタンというのは韓国の代表的なスープ料理で、鶏肉の中にお米やニンニク、ナツメなどを入れて煮込む料理です。見た目はシンプルですが、食べてみると本当に深い味がします。本場のサムゲタンは作るのに時間がかかるらしいですが、私は家でなんと炊飯器で作っています。炊飯器に鶏肉とネギ、生姜、ニンニク、あとお米を入れて、調味料のお酒、オイスターソース、鶏ガラスープの素などを入れてスイッチを押すだけです。作りたてのサムゲタンはとってもいい香りがして、食べると生姜の力で体がポカポカしてきて、寒い季節にはぴったりの料理です。日本にも代表的なスープがあります。それがお味噌汁というものです。本来は味噌汁というのが正しい言い方ですが、おをつけて丁寧にしてお味噌汁とも言います。お味噌汁というのは、味噌をお湯に溶かして作る日本の代表的な家庭料理です。ほとんど毎日の食卓に出てくるし、日本人にとってはなくてはならないスープです。味噌とは大豆と塩、そして麹という発酵の元になるものから作られています。地域によって味が少しずつ違っていて、例えば東日本では赤味噌、西日本では白味噌を使う家庭が多いと言われています。赤味噌と白味噌の違いは、見た目からして色が濃いのが赤味噌、薄いのが白味噌です。この違いは作り方の違いでも決まります。味噌の元になる大豆を蒸してから作るか、煮てから作るかということも違いの一つになります。また赤味噌はコクと塩味が強く、白味噌は甘みがあるという違いもあります。お味噌汁の中に入れるものを具と言います。お豆腐、わかめ、ネギ、じゃがいも、ナスなど、それは家庭によって味も具も少しずつ違います。朝はあっさりした味、夜は少し濃い味にする家庭もあります。ちなみに私はニラと卵のお味噌汁が好きです。ニラのいい香りが元気をくれるし、卵の甘みも優しいです。この組み合わせにすると、ニラのパワーで疲れが取れる気がします。このお味噌汁、卵を入れるタイミングにもコツがあります。沸騰した後すぐ入れると卵が固まりすぎてしまうので、火を止めてからゆっくり混ぜるとちょうどいいふわふわ感になりますよ。この味噌、実はたくさんの栄養が含まれています。発酵食品なので腸の調子を整えてくれるし、ビタミンやタンパク質も豊富です。日本人は毎朝味噌汁を飲む人が多いです。これは健康のためかもしれません。外国の方にとってお味噌汁は日本料理の代表の一つになっています。旅行者にとって日本の朝食といえばお味噌汁と答えてくれる人が多いというわけです。お味噌汁には本当にいろいろな種類があります。その中でも豚汁はとっても人気があります。この豚汁とは豚肉、
人参、ごぼう、こんにゃくなどたくさんの具を入れて作るお味噌汁です。少しこってりしていて、好みで七味唐辛子やごま油を入れる人もいます。これは寒い日に食べると本当に体が温まります。他にもあさりの味噌汁やほうれん草、大根の味噌汁など季節や気分によっていろいろ具材を変えてお味噌汁を楽しめます。私は今日はなめこというきのこと豆腐を入れてみようと思います。皆さんだったらどんな具を入れてみたいですか？はい、今回はここまでです。今回は日本の味噌汁についてお話ししました。YouTube では振り仮名付きの日本語のスクリプトを紹介しています。よろしかったらそちらも見てくださいね。また次のエピソードでお会いしましょう。それではまたね。